両マジク長の世界はネタだらけ。こんにちは。今日は韓国経済崩壊の兆しについて見ていきたいと思います。スマホやテレビでおなじみのサムスン電子、韓国を代表する巨大企業ですけど、韓国経済全体で見た時にサムスンの存在感ってどれくらいだと思いますか？例えば韓国の GDP の何割をサムスングループが占めるかご存知でしょうか？実はサムスングループ1社で韓国の GDP の約2割を占めるとも言われています。さらに研究開発 R&D への投資額で見ると、最新の分析によれば韓国企業全体のほぼ半分 49.1% をサムスン1社だけで占めているんです。日本のトップ企業であるトヨタの国内シェア 7.6% と比べても桁違いですよね。正直この数字にはかなり驚きました。チャンネル登録よろしくね。まさにその圧倒的な存在感、言い換えればサムスンへの依存度の高さが韓国経済の大きな特徴であり、同時にリスクでもあるということですね。そのサムスンがですね、最近かなり厳しい状況に陥っているというニュースが入ってきました。最新の決算報道や経済分析に基づいて、その兆しともいえる状況と韓国経済への影響について今日は一緒に見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくね。はい、まず具体的な数字を見ていきましょう。これは相当ショッキングです。連合ニュースやロイターの報道によると、サムスン電子の2025年第2四半期4月から6月の営業利益が前年同期比で約 56% も減少したというんです。 56% 減少、半分以上じゃないですか。金額にすると4兆6000億ウォン、約487億円程度で、市場予測も下回っており、かなり大幅な落ち込みです。いわゆるアーニングショックと報じられるレベルですね。うわ、しかもその大きな原因がサムスンの屋台骨ともいえる半導体事業 DS 部門の不振だというから深刻ですよね。その通りなんです。在庫の評価損、在庫関連コストの発生や米中対立による先端 AI チップ規制の影響が大きかったと指摘されています。実際サムスン自身も半導体部門 DS 部門は在庫調整と米国の対中先端 AI チップ規制の影響で全四半期比で減益となったと説明しています。チャンネル登録よろしくね。なるほど。米中の摩擦がこんなところにも響いているんですね。ジェトロのレポートでもその点は分析されています。また半導体市場全体の停滞やスマホのような最終製品の需要低迷も背景にあるようです。日経新聞などの記事でも市況の厳しさが伝えられていますもんね。そうですね。ちなみに少し前の2025年1月から3月期にはサムスンが AI 機能を搭載した新型スマホの好調で四半期売上高が過去成功を記録したなんてニュースもありました。それだけにこの急激な落ち込みというのはちょっと気になります。まさにジェットコースターみたいな状況ですよね。チャンネル登録よろしくね。本当にその通りです。で、先ほどの研究開発投資の話を思い出していただきたいんですが、はいはい、韓国企業の研究開発費の約半分がサムスンだという話ですね。サムスンがこれだけ業績を落とすと、やはり韓国経済全体への影響は避けられません。一本足打法なんて揶揄されますが、この依存構造のリスクが今まさに顕在化していると言えるでしょう。なるほど。実際韓国全体の輸出や GDP にもサムソンの業績が直接響きやすい構造ですよね。ある報道によると、世界の GDP ランキングで韓国が10位から13位に後退した年、2022年も背景に半導体不況があったと指摘されています。つまりサムソンの不振が国の経済順位にまで影響を及ぼしたと。チャンネル登録よろしくね。そうなんです。しかも今回は利益激減だけでなく、他にも懸念材料が重なっているんですよ。と言いますと、まずグローバルな競争環境が非常に厳しくなっている点です。日経 BP の書籍サムソンは生き残れるかでも指摘されていますが、スマートフォンでは2023年にアップルが初めてサムソンを抜いて世界シェア首位になりました。得意としてきた半導体メモリでも最先端分野では苦戦気味です。そして半導体の受託生産ファウンドリーでは台湾の TSMC 世界最大のファウンドリー企業との差が開きつつあります。
家電やディスプレイでも中国企業の追い上げが激しいと聞きますし、まさに四面楚歌というか、周りが強力な競争相手だらけですね。その通りです。それに加えて地政学的リスク、特に米中対立の影響も無視できません。サムソンも SK ハイニックスも中国での生産活動に制約を受ける状況が続いています。具体的には、例えばどういうことでしょう？例えばアメリカのチップス法、半導体産業育成法がありますが、これに基づく補助金を受け取る企業は受給後10年間、中国などでの半導体生産能力の拡大を 5% 未満に抑えなければならないとされています。補助金欲しさに安易に中国で増産もできず、非常に難しい判断を迫られているわけです。この点はジェトロの分析にも詳しいです。まさに板挟みの状態ですよね。チャンネル登録よろしくね。なるほど。下手に動けない状況ということですね。さらにサムスン自身の課題として既存事業に頼りすぎていて、次の大きな成長の柱を見出せていないのではないかという指摘もあります。先ほどのサムスンは生き残れるかなどにも言及がありますが、事業構造がこの15年ほど大きく変わらず、新規事業の創出が遅れているという分析もあるんです。確かにスマホや半導体というこれまでの主力にどうしても頼りがちですよね。しかも韓国経済全体で見ても輸出への依存が高い体質なので、世界経済の変動や貿易摩擦の影響を受けやすいんですよね。これはアジア大学の研究論文でも指摘されていました。そうなんです。今挙げたような要因、つまり激化する競争、地政学リスク、そして内部の課題は複雑に絡み合って、今回の営業利益激減につながっているわけです。それで一部では韓国経済崩壊の兆しではないかなんて懸念されているんですね。なるほど。サムスンの業績悪化は単なる一企業の浮き沈みの話じゃなくて、韓国経済が抱える構造的な問題、脆さを映し出しているのかもしれませんね。私もそう思います。特定の巨大企業に頼る経済のリスクが改めて浮き彫りになったと言えるでしょう。まさにサムスン共和国と揶揄される韓国ですが、その支柱が揺らいでいるということですから。この状況ってもしかしたら私たち日本にとっても他人事ではないかもしれませんよね。そうですね。日本もかつては電気産業で世界を席巻しましたけど、今はだいぶ状況が変わっています。特定の産業や企業に依存する構造からどう脱却するか、多様でしなやかな経済構造をどう築くか、これは韓国だけでなく多くの国が直面する問いと言えそうです。まさにその通りです。特定の企業や産業への過度な依存から脱却して、変化に柔軟に対応できるレジリエント、つまり強靭な経済をどう作っていくのか、皆さんもぜひこの問いについて考えてみてはいかがでしょうか。いずれにせよ、サムスン頼みの一本足経済と言われる韓国経済が、このサムスンの失速によって大きく揺らいでいるのは事実です。韓国経済がこのまま奈落の底へと向かってしまうのか、今後も注視していきたいところですね。そうですね。今日は少し厳しめの内容になりましたが、最後までご視聴ありがとうございます。内容が参考になったという方はぜひ高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それからご意見や感想がありましたらコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。